皆さん、こんにちは。佐藤志人のカウンセリングコーチングワンポイントゼミ第3回スタートでございます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあ、今日第3回ですけどもね、テーマは今ここになります。そして、今ここにいないと私たちの脳が非常に疲れてしまうと言われています。そのことについてね、今日考えていこうと思います。お時間にしまして6分7分ぐらいでございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、今ね、疲れってお伝えしましたが、疲れるっていうとき、大きく2つに分けることができます。1つは身体の疲れ、肉体の疲れですね。でもう1つは脳の疲れ。よく頭脳労働なんて言いますよね。そうしますとね、1つ目の疲れ、肉体の疲れというのは、激しい運動ですとか、あとはガテン系のね、重労働をしたとき、翌日筋肉痛などが起きるようなとき、これが肉体の疲れになります。では、2つ目の方、頭脳労働をしたとき、これもね、パソコンですとかデスクワークをしたときに起きると思うんですよ。今日一日はなんかすごくね、デスクワークだけだったのになんか疲れたな、こういう時ってございますよね。頭脳労働をしたときっていうふうになると思います。ただ、どうでしょうね。脳を一生懸命フル回転した。ところが全然疲れなかった。かえってすっきりしたっていう時もあれば、なんかすごく疲れたなっていう時もあると思います。さあ、ではね、この違いというのは、どういうふうに考えればいいのでしょう。さあ、こちらね、画面ご覧になってください。脳が疲れる要因として大きく3つ挙げることができます。今ここにいないとき。これはね、脳みそくんが今ここにいないよっていうことです。2つ目、境界線が不明瞭なとき。そして3つ目、頭の中、脳の中にモヤモヤがあるとき。この3つと言われています。今これね、数字が1、2、3って振ってありますが、これはあくまでも便宜的なものであってね、この3つ順番で起きますよっていうわけではありません。そこはね、ご注意のほどお願いいたします。さあ、では1つ目、今ここにいないとき。どういうことでしょうかね。よくね、マインドフルネスでは、今ここ、これがキーワードになりますね。ということは、今ここにいないときにどうもマインドフルネスが必要だよということがわかります。さあ、この今っていうのは、時間でいう過去、現在、未来。このようにね、理解していただければいいのかなって思います。では、じゃあ私がですよ、パソコンでね、入力作業しているとしましょう。夕方4時、5時になってですよ。上司が私に、佐藤君これやっといてねって残業をドーンと資料を置いてきました。で、私が、入力作業しながら、今日もやるの昨日もやったじゃないか、一昨日もやったよ、今週1週間ずっと残業ばっかだよな。さあ、本当は脳みそくんが今ここにちゃんといなければいけないのに、過去の方に行ってしまいました。それから入力とかしながらですよ。うわこれ今日さ、終わったら夜10時、11時になっちゃうよ。もう家帰ったら午前様だよな。さあ、脳みそくんがドーンとここに本当は今にいなければいけないのに、未来の方に向いてしまいました。でこういうふうにですよ、本当は今にちゃんといればいいんですけども、過去に行ったり、未来に行ったり、頭の中でね、あっち行ったり、こっち行ったりってありませんかね。どうでしょう、こんなふうに脳がブレブレになってるんですよ、これ。これすごく疲れますよね。まず、今、ここの今。これは過去や現在、失礼しました。過去や未来に行ってしまうよってことです。そして、じゃあ、ここって何かってことですね。さあ、今ね、横に触れましたが、今度は前後に触れると想定してください。顔が少しアップになってご了承くださいね。なんかズル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 って相手の方になんか引きずられてしまうような時って感覚的に皆さんございませんか？あとは後ろの方になんかのけぞってしまうような時。もう少しね、具体的に考えていこうと思います。私たちは誰しも相手の気持ちに共感する能力があります。悲しいドラマや悲しい話を聞いて、これ悲しいよね。これありますよね。またはお笑いの漫才などを聞いて、嬉しいな、楽しいな。
ね、笑いが出るときもあります。こういうふうにね、相手の気持ちを読み取る能力、我々あるんですけども、必要以上に共感しすぎてしまうとき、こういうときにね、なんかこう、ずる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 って相手の方に引きずり込まれてしまう。本当はここにちゃんと脳みそ君がいなければいけないのに、なんかこう、ずるずるずるっていく感じですかね。これね、カウンセラー、カウンセリングをしていく中でも、実際にこういうケースが起きるときがあります。クライアントさんがですよ、ご自分のこう、身の上話などをなさったときにね、いや、自分と同じだよ、自分もそうそう、過去こういうことあったんだよな、わーとなってしまって、なんかこう、わさ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 、ざわ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 してしまって、話に集中できなかった。こういうね、カウンセリングってもしあるとすればですよ、なんか相手の方にこう引きずられてしまったよ、こういうふうに考えることができます。さあ、今度はね、こう少しのけぞるっていう時で考えていきましょう。さっきはね、こう相手の方に引っ張られてしまいました。今度は、相手の方から土足でこうなんかここに来るとき。例えばですよ、佐藤君これ悪いけどさ、やってくれない？これ頼むよ。ね、頼まれたとき。本当は私が、これ忙しいんだよな、できないよ、と思っても、ね、自分さえ我慢すればいいんだろうな、ここで断ったら申し訳ないな、っていうふうになってしまって、相手の欲求をですよ、このまま受けてしまって、私さえ我慢すればいいのよ。本当はここにちゃんと自分が今、ここにいればいいのに、ここをこの受け取ってしまって、明け渡してしまう。こういうケースもあると思うんですよ。こういう時ってね、なんかイメージとしてはね、前後にこう振られますよとか、これもすごく疲れますよね。そうすると今ね、この今、ここって言いましたが、この2番、境界線が不明瞭っていうのが、このここっていうものにかなりこれね、リンクしていきます。自分と相手の境界線がすごくね、こう不明瞭ではっきり線が引けてませんよっていう時に、こう前後にこう振られてしまうんだろうなって思うんですね。では3つ目、もやもやがあるって書いてあります。皆さん、例えばね、頭の中で、これ何なんだろう、何なんだろう、なんとなくこう、もやもやもやってするときってありませんか？例えば、LINE やメールの既読スルーありますよね。こちらから LINE 送ったのになんでこれさ、既読スルーなんだろうな、なんでなんだろうな、なんとなくこういう時ってこうなんかぐるぐる始まっちゃいませんか？これね、どこまで考えても結論って出てこないですよね。それこそね、相手の方から、ごめんごめん、これこれこういう理由でさ、遅くなったんだよって返事が来たとしましょう。でも中にはいらっしゃいませんか？これ本当ちょっと違うんじゃないの？こんな風にね、相手から何かね、情報が入ってきたとしても、それをさらにこう、なんでなんでこれ本当は違うんじゃないの？なんて考えるときってありますよね。こうなってしまうと、どこまで行ってもこれ、ぐる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 回っていって、止まらなくなりますよね。車で言うと、アイドリングと同じ状態だと思います。ね。私これぐるぐる思考なんて呼んでますけどもね、頭の中で絶えずぐる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 回ってます。これどん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 脳のエネルギーを消費しますよね。ということで今日はですね、この脳が疲れる要因としてこの3つ、どれか1つね、当てはまるとどうも脳が疲れやすいよ。このように考えていただければよろしいかなと思います。ではね、次回、この説明聞いたらば、じゃあどうすればこれ脳の疲れ取れるの？そういうね、ご質問などもあると思います。次回第4回では、脳の疲れを通る方法、これを考えていこうと思います。今日も最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。失礼いたします。